はい、こんばんちは、しんどです。というわけで今回はこちら、レダゼルトガンマシリーズを使った新型の不死身装備を紹介したいと思います。今回の装備は一言で言うと、死んでも死なない、そんな装備と言えるでしょう。今回の目玉は何といってもこの主の魂 3V で発動する根性果敢ですね。致命的なダメージを回避してくれる、いわゆるど根性のスキル。体力が 45% 以上残っていれば力尽きる威力のダメージを受けても一度だけ生き残るという能力になっています。残り体力がこのゲージよりも上 45% 以上残っていれば発動してくれるど根性のスキルですね。極大ダメージを受けても体力が1だけ残って生き残ってくれるんで、かなり優秀な生存スキルと言えます。でしかもこのスキル、根性発動前は火力アップ、そして防御力がダウン、発動後は防御力と、あとは全属性耐性がアップでガチガチに硬くなるというおまけ効果もついています。というわけで火力と生存力を両方とも強力に上げてくれるスキルなんですね。またこのスキルはお食事ど根性と同時に使うことができて、お食事ど根性大と使った時はお食事ど根性の方が、ど根性小と使った時は根性果敢の方が先に発動します。ただお食事ど根性とは違う点が1個あって、この根性果敢は死亡後にもう一度発動できるんですね。お食事ど根性は一度使うと無効になってしまいますが、根性果敢は死亡時にリセットされてまた火力アップした状態から狩りに向かうことができますと。この根性果敢、そしてお食事ど根性、さらにお供の三つ虫ど根性、バイプッシュでお食事生命保険まで合わせると計12回以上即死級のダメージを食らってもクエスト失敗しないというとんでもない状況を生み出せます。うちのチャンネルはこれまでとにかく死なないことに特化した装備を作ってきましたが、今回の装備はまさに死んでも死なない、そんな装備と言えるでしょう。ただしこの根性系のスキルをね使う上で注意点なのが、非属性得られたとか、あとは地形ダメージはね根性が発動しても貫通して力尽きてしまうんで、そこだけは注意が必要ですね。なのでゾシアに行くとき専用とかでね非耐性を20以上に上げた専用装備も作っておくと安心です。というわけで早速具体的な装備の紹介に参りたいと思います。今回の装備はこのゾシアの装備の超回復力と合わせて構築しております。他にもねいろいろ破壊衝動だとか、あとは加速再生なんかとね合わせた装備も組んだんですが、やはり一番快適にね回復してくれるのがこの超回復力1位だったので、個人的に一番おすすめなのはこのレダゼルト 3V と、あとはゾシア装備 2V を合わせた装備になります。やはりねなんだかんだでこの超回復力がついていればちょっとね体力が削れてるけど自動回復するしいっかというね心の余裕が生まれるので、やはり超回復力しか勝たんという感じですね。で武器部分はいつも通りね全武器で使えます。この太刀とか双剣以外にも体剣とかガンランスとか自分の好きな武器で使っていただければ OK です。装備スキルはこんな感じになっていて、今回のアップデートで強化されたこの防御の5石レベル5を使って防御レベル7、さらに精霊の加護、気絶耐性、回復速度もね、モリモリに持って装飾品で回避距離アップもレベル3まで上げています。この回避距離アップもついているのがかなり嬉しい点ですよね。攻撃を避けやすくなりますし、抜刀中に素早く移動することができるようになるんで火力にもつながる優秀な快適スキルですね。スキルの自由枠としてはこの回復速度もしくは精霊の加護を他のスキルに変えても OK です。一応シリーズスキルで高麗流の力がついているんで、力の解放のスキルの効果時間は2分から2分半まで伸びていますね。はい、というわけでこちらの装備が不死身装備バージョン3になります。で今回の不死身装備なんですが、他にもね個人個人の好みに合わせてちょっとねチューンアップした装備もね用意しております。それがこの装備ですね。腰部分にスージャの腰帯を使ってスキルを積みやすくしています。なんで、装備スキルとしては体力回復量アップのスキルだとか、あとはね自由枠もこの3スロが2個ほど空いていますね。なのでカスタム性としてはこっちの方が上であると言えます。ですがさっきと違ってね超回復力がついてないんで、回復行動は自分でしなきゃいけないというね制限が生まれています。でさらにこっちはシリーズスキルの破壊衝動と合わせたタイプの防具ですね。五砂神竜の防具を頭と腰部分に採用しています。結構ガシガシ攻撃できて傷つけに自信がある方はこっちの装備もおすすめです。あとは一応加速再生と合わせたタイプの防具も組みましたが、やはり自動回復するんだったら超回復力がおすすめではあります。ここら辺の自動回復スキルは好みで選んでいただいて
OK ですね。装備に関しては不動の装備で全然 OK です。このね、不動の装備を着てさえすればね、歴戦王レダウでさえもゴリ押しがね、可能になるんで、めちゃくちゃ面白いです。サブ武器に関してはこのバルキリコーダーがおすすめですね。この戦慄、体力回復加速大を使えば体力の赤ゲージがもりもり回復するんで、これもおすすめ。焚き火料理でおすすめなのはこの3種類ですね。野菜で防御力と属性耐性を上げつつ、お食事防御術大、そしてお食事医療術を採用したタイプ。この追加食材はさっきも言った通り、このシールドニンニクのお食事ど根性系に変えるのも全然いいですね。根性果敢のみでもね全然いいんですが、さらにど根性のバリアを張りたい方はこの2種類もおすすめです。お食事券を使う場合はこのクナファかもしくはシールド、このどちらかでいいでしょう。はい、というわけで今回はこちらのガチガチ装備で歴戦王に挑みたいと思います。それでは実践編レッツゴー。さあ、それじゃあ今回は歴戦王レダウ君で一狩りいきたいと思います。さあ、まずはこいつね結構気づきやすいんで、隠れ身の装備でちゃんとね気づかれないようにケアしつつ、落とし穴をいつもの場所に仕上げて、さあでバフをかけていきたいか、ちょっとハマっとるバフかける前にハマってしまったので、そのままいつもの流れで、はい、旧来石落としのまずは太刀のゲージを赤に持っていきたいところである。さあここで怒り状態まで行くと思うんで、まず見切ってからのさあ方向来る、これが怒りの方向である。で怒り状態になったんで、まずは、不動の装備着なきゃね。こいつがね怒ってから不動の装備使うのがおすすめだね。もう今回ね旧来石落としちゃったんで、さあ早速不動の装備を着て、こっからはゴリ押しタイム。さあこのね歴戦王レダウであってもこんな感じでゴリ押しが可能。はい、ゴリ押し。さあこれは安さに避けて、全然ねレールガンとか受けても大丈夫なんで、さあこれでさあ弱点ついてからの流れるように再び赤ゲージに持っていく。でお供が回復してくれるので全然 OK と。さあもうそろそろね不動の装備が切れちゃうんで、こっからはちゃんと丁寧にやっていかなければならないと。さあ余計のこっからは丁寧に丁寧に勝っていきたい。あ、てさあドカンとくるが全然死なない。根性ラインはね超えてしまうんで、軽くねちゃんと注意しなければならないと。はい、 OK。 こういう感じでゴリ押しも可能。ハイパーアーマー使ってね。たださすがにね現環境最強の歴戦王、火力はね一流だな。さて今回はね回復使わずに狩れるかどうかだね。普通に立ち回りによってはねお供の回復と合わせて回復なしでの攻略も可能ではあるが、さあここは弱点じゃなくて傷口もらっていく。 OK。歴戦王レダウ、あとは歴戦5は玉光あたりはね超火力なんで、ちゃんとね立ち回らないと、こういう感じでねダメージ持ってかれますね。ただとりあえずね、体力ゲージがラインど根性ラインよりもね上回っていれば問題ないので、さあ下回ったら早速回復と。そこだけ気をつけていればね落ちることはないんで、安心安全のスキルであると言っても過言ではない。さあだがこの装備はねデフォルトで気絶再生のスキルがついているんで、そういう意味でも根性と合わせて安心であるという感じですね。さあガンガンある程度ね攻撃を食らいつつ、このスキルの装備の防御性能をお見せしていきたい。さあレールガン、これはお供にターゲット向いてるね。弱点は出てるので弱点ついていく。 OK。さあガンガン頭でいい感じのところで兜割りもいってきたい。これ怒り状態に移行する。 OK。 さあ兜割り、はい、ハイパーアーマーで受けていく。いいですね。超回復力でね少しずつ回復するんで、こういうねアーマーで受けたダメージなんかは全然 OK ですね。さあ体力がね未だに 45% を切っていないので、まだ回復せずにいいだろう。回復せずに攻めていく。なんなら根性をね発動してもその後ね、防御力がガツンと上がってくれるんで、
今ね防御力マイナス 5% の状態だが、そこでね逆に根性が発動すると防御プラス5、全体性プラス3なんでね、根性が発動した後も手厚いサポートがある。ただね、もちろんね、根性発動しなかったら火力がね 5% 上がってる状態なんで、根性発動しないにね越したことはないが、たくさんの保険をかけてある、そういう装備であると。でここで浮いたので一旦はい先行玉で落として、この歴戦王ね結構先行玉効くからな。普通に3回まではね先行玉効くんで、来週のフリーチャレンジクエストにもしっかり生かしていきたいね。で移動ですね。さあノリからのノリフィニッシュ決めちゃって OK。 さあこの装備はね、お団子じゃないお食事ど根性、さらにお食事生命保険、さらにおっと傷走っていく、さらには三つ虫ど根性に、そして今回の根性かかんと4重の保険をかけてある多重保険型の装備であるというんでね、体力が減っても一応たくさんね安心材料を用意してあると。でね、今回のこのスキルがグループスキルなんでね結構珍しいよね。超回復力とかね、これまでシリーズスキルでね目玉なのはたくさんあったけども、今回グループスキルなんで 3V で発動可能なんで、1個好きなねシリーズスキルを自分で持っていくことができる。これはありがたい。さていろいろと破壊衝動なり加速再生なりね、装備は組んであるんで、お好みのものを選んでビュッフェスタイルでね装備を選んでいただきたいということで、ここで弱ってるので、はい、落とし穴仕掛けてからの1発、はい、2発、どうだ危ないね今一瞬逃げかけたが、はい、捕獲完了という感じですね。他にもねいろいろ装備紹介動画を上げていくんで、よければねチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。